ゆっくり解説、感動必至、人生が変わる。絶対見るべきおすすめヒューマン映画ベスト10。マリサ、今日のテーマ、すっごく楽しみにしてたの。感動必至人生が変わる、絶対見るべきおすすめヒューマン映画ベスト10。でしょ？タイトルだけでもうワクワクしちゃう。おう、レイム。その通りだぜ。今日はな、見るだけで心が震えて、明日からの景色が変わって見えるかもしれない。そんな最高のヒューマン映画を10本、紹介していくぜ。わあ、いいわね。ヒューマン映画って、登場人物にすごく共感して、一緒に感動したり、見終わった後に温かい気持ちになったりするから、私も大好きなの。ああ、それこそがヒューマン映画の魅力だよな。物語を通して、普段忘れがちな大切なことや、困難に立ち向かう勇気をもらえるんだ。今回紹介するのは、特にそういう力が強い作品ばかりだぜ。だから人生が変わるって言われるのね。どんな映画が選ばれるのか、本当に楽しみだわ。よし来た。早速、感動と発見の映画の世界へ旅立とうぜ。準備はいいか？第10位、最強の二人、フランス映画、2011年公開。さてマリサ、いよいよ始まりだね。ドキドキするな。人生を変えるヒューマン映画、栄えある第10位はどの作品なの？お待たせだぜ。栄えある第10位は、2011年に公開されたフランス映画、最強の二人だぜ。これはな、境遇も立場も全然違う二人が出会うことで、お互いの人生に光を灯し合う、そんな感動の実話に基づいた物語なのぜ。最強の二人、聞いたことあるような、フランス映画なんだね。どんなお話なのか、もう少し詳しく教えてくれる？おう、物語の主人公は、事故で首から下が全く動かせなくなっちまった。大富豪のフィリップだ。彼は新しい介護人を募集するんだけど、そこにやってきたのが、刑務所を出たばかりで、およそ介護とは無縁そうな青年、ドリスなんだ。刑務所帰り？大富豪の介護人としては、ちょっと意外な組み合わせだね。なんでそんなドリスをフィリップは選んだの？それがこの映画の面白いところなのぜ。他の応募者がみんなフィリップに同情的な態度を取る中で、ドリスだけは特別扱いせず、一人の人間としてフランクに接したんだ。フィリップは、そんなドリスの飾らない人間性や、彼が持つ生命力に惹かれたんだぜ。なるほど。同情じゃなくて、一人の人間として向き合ってくれたんだ。なんだかその出会いだけでもう感動しちゃうね。そうなんだぜ。ドリスはフィリップの生活に、それまでなかったユーモアや冒険心、そして人間らしい温かさを持ち込むんだ。高級車をかっ飛ばしたり、マリファナを一緒に吸ったり、社交界のルールを無視したり、フィリップはドリスを通して、再び人生の喜びを感じるようになる。ドリスの方も、フィリップとの関わりの中で、他人への思いやりや責任感、そして自分の可能性に気づいていくんだぜ。わあ、すごく素敵な関係性だね。お互いがお互いの人生を豊かにしていくんだ。見てみたくなったよ。ああ、この映画は、障害があるとか、貧困とか、人種とか、どんな壁があろうと、人間同士の間に生まれる真の友情は、何よりも尊くて強いんだってことを教えてくれる。見終わった後には、きっとあなたの心にも温かいものが残るはずだぜ。だから、この最強の二人は、間違いなく人生を豊かにしてくれる一本なのぜ。第9位、グリーンブック、アメリカ映画、2018年公開。さて、第10位の最強の二人もすごくいい映画だったが、続く第9位も負けず劣らず心に響く傑作なのぜ。第9位は、2018年に公開されたアメリカ映画、グリーンブックだ。グリーンブック。これもアカデミー作品賞を取ったって聞いたことがあるよ。どんなお話なの？おう、舞台は1960年代のアメリカ、人種差別がまだまだ根強く残っていた時代だ。主人公は二人。一人は、ガサツだが情に熱いイタリア系白人の運転手、トニー・バレロンガ。そしてもう一人は、天才的な才能を持つ黒人ピアニスト、ドクター・シャーリーだ。性格が全然違う二人が主役なんだね。この二人がどうやって出会うの？シャーリーが人種差別が厳しい南部へ演奏旅行に行くことになり、
用心棒兼運転手としてトニーを雇うところから物語は始まるんだ。この旅には、グリーンブックという特別なガイドブックが欠かせない。これは、当時の黒人が安全に食事や宿泊ができる場所が記されたものなのぜ。黒人が安全に旅するため、そんなものが必要な時代だったんだね。ああ、信じられないような差別や偏見が彼らを待ち受けているんだ。でもな、この旅を通して、正反対だったトニーとシャーリーの間に、少しずつ変化が生まれていく。教養がありプライドの高いシャーリーは、荒削りながらも人間味あふれるトニーに影響を受け、トニーもまた、シャーリーの知性や品格に触れることで、それまで持っていた偏見を見直していくんだ。お互いの違いを認め合って、心を通わせていくんだね。すごく感動的だよ。そうなんだぜ。特に印象的なのは、一緒に食事をするシーンや、車中での会話だ。些細なことから衝突もするんだけど、困難を乗り越える中で、二人の間には固い友情が芽生えていく。この映画は、人種や文化、社会的立場といった違いを超えて、分かり合うことの大切さ、そして真の友情の尊さを教えてくれる。差別という重いテーマを描きながらも、ユーモアがあって、見終わった後には温かい気持ちになれる、そんな力を持った映画なのぜ。だから、このグリーンブックは、多くの人の心に響く傑作として、このランキングにふさわしい一本なんだ。第8位、最高の人生の見つけ方、アメリカ映画、2007年公開。第9位のグリーンブックも考えさせられる良い映画だったね。人種を超えた友情に感動したよ。さて、気になる第8位は何の映画かな？次も心に響く感動作だぜ。第8位は、2007年公開のアメリカ映画、最高の人生の見つけ方なのぜ。これもな、全く違う人生を歩んできた二人が、人生の終盤に出会って、最高の時間を過ごす物語なんだ。最高の人生の見つけ方。タイトルからして、なんだか希望が持てそうな感じがするね。どんなお話なの？この映画の主人公は、富豪のエドワードと、博識なカーターだ。二人は末期癌で余命宣告を受け、同じ病室に入院するんだ。最初は反発し合う二人なんだけど、あることをきっかけに心を通わせるようになる。そして、残りの人生でやりたいことリスト、いわゆるバケットリストを作って、一緒に旅に出ることを決めるんだぜ。余命宣告された二人が、やりたいことを叶える旅に出るんだ。すごい行動力だね。そうなんだぜ。スカイダイビングに挑戦したり、世界中の絶景を見に行ったり、高級レストランで食事をしたり、二人はリストを一つずつ消していく。この旅を通して、エドワードは人生の喜びを、カーターは自分自身と向き合うことの大切さを知るんだ。そして何より、二人の間には固い友情が生まれる。お互いの価値観や生き方に触れることで、それぞれが最高の人生とは何かを見つけ出していくんだぜ。なんか、すごく勇気をもらえる映画だね。人生の終わりが近いからこそ、本当に大切なものに気づけるっていうか、まさにその通りなのぜ。この映画は、人生には限りがあるからこそ、一日一日を大切に生きること、そして大切な人とのつながりがいかに尊いかを教えてくれる。見終わった後には、自分の人生で本当にやりたいことは何だろうって、きっと考えさせられるはずだぜ。だから、最高の人生の見つけ方は、人生観を見つめ直すきっかけを与えてくれる。まさに人生が変わる一本なのぜ。第7位、コーダ、愛の歌、アメリカ映画、2021年公開。第7位は、2021年公開のアメリカ映画コーダ、愛の歌だ。結論から言うと、この映画は、家族への愛と自分の夢の間で葛藤する少女の成長物語で、見る者に深い感動と、一歩踏み出す勇気を与えてくれるんだぜ。コーダ、愛の歌、アカデミー賞も取ったわよね。確か、耳の聞こえない家族の中で育った健聴者の女の子が主人公だったかしら？どんなところがおすすめなの？その通りだ。主人公ルビーは、耳の聞こえない両親と兄を持つ子だ。チルドレン・オブ・デ・アフ・アダルツだ。家業の漁業を手伝い、家族の通訳として不可欠な存在なんだが、歌の才能を見出され、
音楽大学進学を夢見るようになる。この映画が胸を打つ理由は、ルビーの抱える葛藤のリアルさだ。家族を支えたい気持ちと、自分の夢を諦めたくない気持ち。その間で揺れ動く姿に共感するんだぜ。家族を思うからこその悩みね。ルビーの家族は、彼女の夢をどう受け止めるのかしら？最初は、ルビーがいなくなることへの不安から反対するんだ。特に母親はな。でも、ルビーの歌への情熱や、彼女の才能に触れるうちに、家族も変化していく。例えば、発表会でルビーが歌う姿を、父親が周りの人の反応やルビーの表情から感じ取ろうとするシーンや、その後、ルビーに歌ってほしいと頼み、喉の振動で彼女の歌を感じようとするシーンは、言葉を超えた愛に涙腺が崩壊するぜ。声は聞こえなくても、心で聞こうとするのね。素敵だわ。ああ、この映画のもう一つの結論は、どんな形であれ、家族がお互いを理解しようとし、幸せを願うことの大切さだ。ルビーが夢に向かって進むことを家族が応援するラストは、本当に清々しい。見終わった後、大切な人を思う温かい気持ちになれる、そんな名作だぜ。家族の絆と夢への挑戦、そして多様性の理解。たくさんのメッセージが詰まっていそうね。これは見なくちゃ。第6位、グッド・ウィル・ハンティング、旅立ち、アメリカ映画、1997年公開。感動する映画が続々とランクインしてるね。第6位は何かな？次は第6位、グッドウィル・ハンティング旅立ちだぜ。1997年のアメリカ映画なのぜ。天才なのに心を閉ざした青年と、彼を導くセラキスとの物語だ。アカデミー賞も受賞した名作なのぜ。天才なのに心を閉ざした青年。どんなお話なの？主人公はウィルっていう青年だ。清掃員だけど、実は超天才なんだぜ。でも過去の経験から心を閉ざし、トラブルばかり起こしてる。才能を無駄にしてたんだ。せっかくの才能がもったいないね。ああ、そんなウィルが逮捕されそうになった時、才能に気づいた教授が助けるんだ。条件は数学の難問とセラピー。でもウィルはセラキストを論破しまくる。そこで登場するのが心理学者、ショーン・マグワイアなのぜ。ショーン先生が、ウィルの心をどう開くの？ショーンは他のセラキストと違った。ウィルの心の痛みと真正面から向き合ったんだ。ウィルがどんなに反抗的でも、決して諦めず寄り添った。君のせいじゃないっていう有名な言葉で、ウィルは自分の弱さを受け入れる大切さを学ぶんだぜ。君のせいじゃないか。心に響く言葉だね。そうだぜ。この映画は、過去に立ち向かう勇気、他人に心を開く大切さ、そして自分の可能性を信じる尊さを教えてくれる。ショーンとの出会いでウィルが殻を破り、人生に旅立つ姿は感動だなのぜ。自分の可能性を信じること、大事だね。その通りだ。グッドウィル・ハンティングは、どんな過去があっても、人との出会いや自分と向き合うことで、人生は変えられると力強く示す。人生観が変わる一本なのぜ。第5位、グリーンマイル、アメリカ映画、1999年公開。第5位は、1999年公開のアメリカ映画グリーンマイルだ。この映画の結論は、刑務所の死刑囚等を舞台に、不思議な力を持つ死刑囚と看守の交流を通し、人間の善悪、奇跡と絶望、魂の救済を問いかける、深く重い感動作だぜ。見終わった後の衝撃と感動は計り知れない。グリーンマイル、スティーブン・キング原作でトム・ハンクス主演の有名な映画ね。重そうなテーマだけど、どんな点がそんなに心を打つの？ああ、テーマは重いが、人間の深淵さを描いているんだ。この映画が記憶に残る理由は、独創的で悲痛な物語にある。1935年、アメリカ南部の刑務所の死刑囚島グリーンマイルが舞台だ。看守主任ポールのもとに、少女殺害の罪で死刑宣告された大男ジョン・コーフィが送られてくる。彼は穏やかで純粋な心と、病気や怪我を治す奇跡の力を持っていたんだ。死刑囚なのに奇跡の力を、本当に彼が罪を犯したのか、疑わしくなるわね。まさにそこが確信だ。ポールたちは、コーフィの純粋さと奇跡を目の当たりにし、彼が本当に殺人犯なのか苦悩する。
コーフィがポールの病気を治したり、ネズミを蘇生させたりする奇跡と、彼が犯したとされる罪の残虐さの間で、看守たちの心は揺れる。人間の醜さを体現する人物も登場し、コーフィの純粋さと対比されることで物語に深みが増すんだぜ。コーフィの運命が気になるわ。奇跡の力を持つ彼が、なぜ？コーフィは世の苦しみや悪意に疲れたという。彼の力は人々の苦痛を自身に取り込むものだったのかもな。この映画のもう一つの結論は、人間の優しさと残酷さ、そして目に見えるものが真実ではない現実を突きつけることだ。見終わった後、答えのない問いを抱えつつも心に深く残る、忘れられない一本になるぜ。ただ悲しいだけでなく、人間の存在について深く考えさせられるのね。グリーンマイル、心してみたいわ。第4位、きっと、うまくいく、インド映画、2009年公開。ドキドキの第5位、グリーンマイルもすごく心に残る映画だったね。理不尽な現実と向き合う人々の姿に胸を打たれたよ。さて、いよいよベスト3が近づいてきた。第4位は何の映画かな？よし来たぜ。人生を変える映画、第4位は、2009年公開のインド映画、きっと、うまくいくだ。常識をぶっ壊す、最高に面白くて、そして心に響く青春コメディなのぜ。きっと、うまくいく。聞いたことある。すごく評判が良い映画だって聞いたよ。どんなお話なの？舞台はインドの一流大学だ。そこに、型破りな主人公ランチョウと、その親友であるファランとラジューっていう3人組がいるんだぜ。彼らは大学の詰め込み教育や、点数至上主義のシステムに疑問を感じて、自分たちのやり方で学ぼうとするんだ。一流大学なのに、詰め込み教育なんだ。日本と似てるのかな？ランチョウはどんな学生なの？ランチョウはな、とにかく自由な発想の持ち主だ。教授だろうがなんだろうが、間違っていると思ったことには臆せず意見する。周りの学生がみんな点数を気にしている中で、彼は学ぶことそのものの楽しさを追求するんだぜ。そのせいで、大学の学長とはいつも対立しちまうんだけどな。なるほど、既存のシステムに反発する、カリスマ性のある学生なんだね。親友の二人はどうなの？ファランは写真家になりたいのに親の期待でエンジニアを目指してて、ラジューは貧しい家族を救うために良い成績を取りたいと必死になってる。ランチョウはそんな二人にも影響を与え、彼らが本当にやりたいことを見つける手助けをするんだ。この映画は、勉強だけが全てじゃない。本当に大切なのは、自分が何を学びたいか、何が好きかってことなんだってことを教えてくれる。自分の心に従って生きることの大切さを教えてくれるんだね。それはすごく勇気をもらえるメッセージだね。まったくだぜ。ユーモアたっぷりで笑えるシーンも満載なんだけど、その根底には、画一的な教育システムや、夢を諦めざるを得ない社会への問題提起がある。そして、どんな困難があってもきっと、うまくいくって信じることの大切さを、ランチョウが教えてくれる。見終わった後には、自分の人生をどう生きるか、本気で考えさせられる、そんな力を持った映画なのぜ。面白くて、感動できて、しかも人生について考えさせられるなんて、最高の映画だね。第4位も納得だよ。だろう？きっと、うまくいくは、単なるコメディ映画じゃない。自分の人生のコンパスを、社会の常識じゃなくて、自分の心の声に合わせる勇気をくれる、まさに人生が変わる一本なのぜ。見てないなら、絶対に見た方がいいぜ。第3位、フォレスト、ガンプ、一期一会、アメリカ映画、1994年公開。きっと、うまくいく、本当に心に響く映画だったね。自分のやりたいことを見つける勇気をもらえたよ。さて、ついにベスト3、第3位はどんな映画かな？よし来たぜ。人生を変える映画、堂々の第3位は、1994年公開のアメリカ映画、フォレスト・ガンプ一期一会なのぜ。これはな、ちょっと知的な遅れのある男が、アメリカの激動の時代をまっすぐに生き抜く、主翼の物語なんだ。フォレスト・ガンプ、名前は聞いたことがあるけど、どんなお話なの？主人公のフォレストは、IQ は低いんだけど、とにかく純粋で善良、
そして正直な男なんだ。彼は特別な才能があるわけじゃない。でも、どんな時も目の前のことに一生懸命で、誰に対しても優しく接する。そのひたむきさで、彼は思わぬ形で歴史的な出来事に関わったり、多くの人々に影響を与えたりするんだぜ。IQ が低くても、そんな波乱万丈な人生を歩むんだ。不思議だね。そうなんだぜ。この映画の有名なセリフに、人生はチョコレートの箱のようだ。開けてみるまで中身はわからない。っていうのがあるだろう。まさに、人生の予測不能さ、そしてそれをあるがままに受け入れることの大切さをフォレストは教えてくれる。彼は頭で考えるんじゃなく、心で感じて、まっすぐに生きる。その姿が、本当の幸せってなんだろうって静かに問いかけてくるんだぜ。考えすぎずに、心で感じて生きる。簡単なようで一番難しいことかもしれないね。ああ、全くだぜ。フォレストの純粋さ、優しさ、そして困難にぶつかっても決して投げ出さない姿を見ていると、大切なのは知性や地位じゃなくて、善良さや誠実さなんだって気づかされる。人生における一期一会の出会いや、日々の些細な出来事がいかに尊いかを、彼はその生き様で示してくれるんだ。だから、フォレスト・ガンプは、自分の常識や価値観を一旦脇に置いて、人生をあるがままに受け入れることの素晴らしさ、そして人間性の根源的な輝きを教えてくれる。まさに人生観を変える一本なのぜ。なんだか、見ていると心が洗われるような、温かい気持ちになれそうだね。ああ、きっと、あなたの心にも温かい光を灯してくれるはずだぜ。これを見れば、人生って意外とシンプルで、大切なのは今この瞬間なんだって思えるようになるなのぜ。第2、ショーシャンクの空に、アメリカ映画、1994年公開。第2位は、1994年公開のアメリカ映画、ショーシャンクの空にだ。結論から言うと、無実の罪で投獄された男が、絶望的な状況でも希望を捨てず人間の尊厳を保ち続ける姿を通し、希望の力と自由への渇望がいかに大切かを教えてくれる、魂を揺さぶる最高傑作だぜ。ショーシャンクの空に、映画好きなら誰でも知ってる超有名な作品よね。主人公が刑務所で長い年月をかけて何かを成し遂げようとする話だったかしら？どんなところがそんなに人の心をつかむの？ああ、この映画が名作たるゆえんは、主人公アンディの不屈の精神と緻密な物語だ。劣悪なショーシャンク刑務所で理不尽な暴力や絶望に直面しつつも、彼はくじけない。持ち前の知識と忍耐力で看守の信頼を得、囚人のために図書室を充実させ、ささやかな希望を与え続ける。特にアンディが刑務所内にモーツァルトのフィガロの結婚を響かせ、囚人たちが一瞬自由を感じるシーンは鳥肌ものだぜ。絶望的な場所だからこそ、わずかな希望が輝いて見えるのね。アンディの強い意志は周りにも影響を与えたのかしら？もちろんだ。囚人レッドとの友情はこの映画の大きな魅力だ。最初はアンディを冷ややかに見ていたレッドも、彼の人間性と諦めない心に惹かれていく。そしてアンディの長年の計画が明らかになるクライマックスは、映画史に残る衝撃と感動を与える。この映画のもう一つの結論は、希望は良いものだ。多分最高のものだ。そして良いものは決して滅びないというアンディの言葉に集約されている。見終わった後、静かな感動と共に生きる勇気が湧くはずだぜ。希望の大切さ、人間の精神の強さ、人生のバイブルになりそうね。これは絶対見なきゃ。第1位、Life is Beautiful、イタリア映画、1997年公開。ショーシャンクも本当にすごかったね。希望を諦めない強さ、見習いたいよ。さて、いよいよ第1位だね。どんな名作がランクインするのかな？マリサ。待たせたな、レイム。人生を変えるヒューマン映画、栄えある第1位は、1997年のイタリア映画、Life is Beautiful なのぜ。これは、悲劇の中でも希望とユーモアを忘れなかった、ある父親の深い愛情の物語だ。Life is Beautiful。タイトルからして感動的だね。どんなお話か、聞かせてもらえる？
舞台は第二次世界大戦中のイタリアだ。ユダヤ人の主人公、グイドは陽気でユーモアのある男で、素敵な女性ドーラと結婚し、一人息子のジョズエを授かる。幸せな日々を送っていたんだが、やがて彼らは、強制収容所に送られてしまう。そこでグイドは、幼い息子にこの悲惨な現実を理解させないため、すべてはゲームなんだと言い聞かせるんだぜ。強制収容所。そんな地獄のような場所を、ゲームだなんて、父親の愛が、痛いほど伝わってくるね。ああ、この映画のメッセージは、どんなに絶望的な状況でも、人間の尊厳と希望は失われないということだ。グイドは飢えや暴力、死の恐怖にさらされながらも、息子に笑顔を見せ、歌を歌い、収容所での過酷な労働や出来事を、ポイントを貯めるゲームのルールだと説明する。その必死な姿が、見る者の涙腺を崩壊させるなのぜ。想像するだけで胸が締め付けられるよ。でも、その父親の愛が、息子にとってどれだけ大きな光だったか。まったくだぜ。これは単なる悲劇の物語じゃない。困難な時代にあっても、人間が持つ限りない愛情、生きる力、そしてユーモアの力を描いている。グイドの愛と犠牲は、人生はどんな状況でも美しい瞬間を見つけられるという、力強い希望を与えてくれる。だからこそ、Life is Beautiful は、多くの人の心に深く刻まれ、人生観を根底から揺さぶる、文句なしの第一位にふさわしい映画なのぜ。絶望の中で、希望の光を見つけ出す強さ。まさに人生を変える映画だね。私も見てみよう。ああ、きっと見終わった後には、あなたの世界が少し違って見えるはずだぜ。人生の素晴らしさ、そして家族への愛を再認識できる、最高の映画なのぜ。総評またはまとめ。これで、おすすめヒューマン映画ベスト10も完結だな。今回の総評、結論から言うと、紹介した映画はどれも、人間の内なる強さや、どんな時も失われない希望の輝きを教えてくれる、心に深く刻まれるべき傑作揃いだったぜ。本当に感動的なラインナップだったわ。どの作品も、見終わった後にじんわりと心が温かくなって、明日を生きる勇気をもらえた気がする。ヒューマン映画って、こんなにもパワフルなのね。その通りだ。これらの映画が描くのは、困難に立ち向かう人々の姿、愛する者を思う深い気持ち、そしてユーモアを忘れない心の大切さだ。映画という窓を通して、私たちは他者の人生を垣間見、そこから生きる上での大切なヒントや、忘れかけていた感情を再発見できるんだぜ。ただ感動するだけじゃなくて、自分の普段の生活や人との関わり方を見つめ直す良いきっかけになったわ。そうだろう。だからこそ、ヒューマン映画は多くの人の心を掴んで離さないんだ。今回紹介した作品が、みんなにとって人生の応援歌となるような一本になってくれたら嬉しいぜ。気になったものから、ぜひ見てみてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。